今日は日本の長い歴史について一緒に学んでいきましょう。日本の歴史は古代から現代まで様々な時代に分かれていて、それぞれが異なる文化や社会の特徴を持っています。歴史を学ぶことで、日本の文化や社会の背景をより深く理解することができます。それでは古代から順に見ていきましょう。まずは古代についてです。日本の古代は縄文時代約1万4000年前から紀元前300年頃から始まります。縄文時代は人々が狩猟や採集、漁業を中心にした生活を送り、土器を使った煮炊きや食材の保存を行っていた時代です。縄文土器はその模様が縄目に見えることからその名前が付けられたもので、非常に独特な形状を持っています。この時代の文化は自然との共生を大切にし、狩りや猟を行いながら季節ごとに移動する半定住生活を営んでいました。また、青森県の三内丸山遺跡のような大規模な集落跡も発見されており、長期間にわたり栄えた縄文文化の多様性と高度な社会構造を示しています。さらに、この時代には土偶や石棒などの呪術的な道具も多く作られました。土偶は主に女性を模した土製の人形で、多産や豊穣を祈る祭祀に使われたと考えられています。縄文時代の人々は自然崇拝を行い、生命や豊かさを祈る独自の信仰を持っていました。彼らの生活と精神性は、その後の日本の文化や信仰にも大きな影響を与えています。続く弥生時代、紀元前300年頃から紀元後300年頃は、稲作の伝来によって始まりました。朝鮮半島を経由して伝わった水稲耕作は、日本列島に大きな変化をもたらしました。この時代になると、人々はより定住的な生活を送るようになり、農業を中心とした社会が形成されました。弥生時代の村には、吉野ヶ里遺跡、佐賀県やトロ遺跡、静岡県など大規模な集落が築かれました。これらの集落には堀や防御壁が設けられ、他の集落との構想があったことを示唆しています。また、この時代には青銅器や鉄器の使用が始まり、道具や武器の性能が向上し、社会階層の形成が進みました。弥生時代の終わり頃には、邪馬台国の存在が記されており、日本の統治者として卑弥呼の名前が中国の史書に記されています。次に古墳時代、3世紀後半から6世紀頃に入ります。この時代はその名の通り古墳と呼ばれる巨大な墳墓が数多く築かれた時代です。古墳は王や豪族たちの権力と富を示す象徴として作られ、形状は前方後円墳や円墳、宝墳など様々でした。特に大阪府堺市の大仙陵古墳、仁徳天皇陵は、世界最大級の規模を持つ前方後円墳として知られています。この時代には、大和政権が日本列島の中心勢力として登場し、地方の豪族を支配下に置きながら、中央集権的な体制を整え始めました。また、
中国大陸や朝鮮半島との交流も活発化し、漢字や仏教、先進的な文化や技術が日本に伝来しました。これにより政治や宗教、文化の面でも大きな変革が起こりました。続く飛鳥時代、592年から710年は、日本の政治、宗教、文化において大きな変革が行われた時代です。飛鳥時代の代表的な人物として、聖徳太子が挙げられます。彼は簡位12回や17条憲法を制定し、中央集権的な政治体制の基礎を築きました。特に仏教の信仰を奨励し、多くの寺院が建立されました。法隆寺はその代表例で、現存する世界最古の木造建築としても有名です。また、仏教とともに中国の律令制度を取り入れ、日本独自の律令国家への道を進みました。奈良時代、710年から794年には平城京が築かれました。平城京は中国の唐の都である長安をモデルにした計画都市で、中央集権体制の下で全国の支配を強化しました。この時代には日本初の本格的な律令国家体制が整備され、反伝収受法などの制度に基づき、土地と人民の管理が行われました。また、仏教が国家の保護の下でさらに隆盛を迎え、東大寺大仏や興福寺などの大寺院が建立されました。文化面でも万葉集という日本最古の和歌集が編纂され、文学や芸術が発展しました。最後に平安時代、794年から1185年です。桓武天皇は政治の安定を図るため、都を京都の平安京に移しました。平安時代の前半は、藤原氏が摂関政治を通じて国家を支配し、華麗な貴族文化が栄えました。この時代には、源氏物語や枕草子といった文学作品が生まれ、和歌や書道なども高度に発展しました。また、仏教では天台宗や真言宗が広まり、多くの寺院が建立されました。平安時代の後期には武士の力が増大し、地方での反乱や争いが頻発し、院政が始まることで新たな政治形態が形成されていきました。次は中世についてです。中世の幕開けは鎌倉時代、1185年から1333年です。この時代は源頼朝が鎌倉に鎌倉幕府を開いたことから始まります。鎌倉幕府は日本で初めての武家政権であり、武士が政治の主役となった時代です。源頼朝は鎌倉幕府の初代将軍として新たな政治体制を確立し、以後は北条氏が執権、幕府の実質的な権力者として幕府の実権を握りました。鎌倉時代の初期には、御成敗式目、条映式目が制定されました。これは日本初の武家法であり、武士社会の秩序を維持するための法典です。
鎌倉幕府の支配体制は将軍を頂点とし、御家人と呼ばれる武士たちに土地を与えたり、領有権を認める御恩を与える代わりに、武士たちに戦の際に共に戦ってもらう奉公の関係で成り立っていました。この時代にはまた、1274年と1281年に元寇と呼ばれるモンゴル帝国の襲来がありました。元軍は日本を侵略しようとしましたが、二度とも神風、台風により撃退されました。しかし、この戦は武士たちの結束を強める一方で、幕府の財政難を引き起こしました。結果として、これが鎌倉幕府の衰退につながっていきます。その後、鎌倉幕府が滅び、室町時代1336年から1573年が始まります。室町時代は足利尊氏が京都に室町幕府を開いたことから始まりました。この時代は約240年間続きましたが、幕府の権力は強固ではなく、地方の大名たちの力が増していく時代でした。室町時代の初期には、南北朝時代、1336年から1392年がありました。この時代には、南朝、吉野と北朝、京都の2つの皇室が対立し、全国的な内乱状態が続きました。1392年に南北朝合一が実現し、形式的には一つの皇室に戻りますが、地方の大名たちは依然として独自の勢力を持ち、幕府の統制は不十分でした。室町幕府の全盛期には足利義満が登場し、京都の北山に金閣寺を建てるなど、文化の面で大きな功績を残しました。彼の時代には室町幕府の権力が最も強くなり、日民貿易が盛んに行われました。しかし、室町時代の中期には応仁の乱1467年から1477年という大きな内乱が発生しました。応仁の乱は将軍軽視問題や有力守護大名の対立を背景に、京都を中心に10年間も続き、京都の町は荒廃しました。この内乱をきっかけに、日本は戦国時代15世紀中頃から16世紀後半に突入します。戦国時代は約100年間続いた戦乱の時代です。この時代には全国の戦国大名たちがそれぞれの領土を治め、領地拡大を目指して激しい戦いを繰り広げました。武田信玄、上杉謙信、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康など数多くの武将が登場し、それぞれが異なる戦略で勢力を広げました。戦国時代の後半には織田信長が現れ、革新的な戦術や鉄砲の導入によって戦国大名たちを圧倒し、急速に勢力を拡大しました。信長は比叡山の焼き討ちや長篠の戦いでの鉄砲隊の活用など強硬な手段を用いながらも戦国の世を終わらせる方向に進みました。しかし1582年に本能寺の変で明智光秀に裏切られ、信長は自害します。信長の死後、その後を継いで天下統一を果たしたのが豊臣秀吉です。秀吉は山崎の戦いで
明智光秀を討ち取り、さらに小田原征伐で北条氏を滅ぼし、日本を統一しました。彼は対抗検地による土地調査や刀狩り令による武器管理を通じて、農民と武士を明確に分ける制度を整えました。秀吉の政策は中央集権的な統治体制を確立しようとするものでしたが、彼の死後、再び権力闘争が勃発し、戦国時代の最終章へと向かうことになります。ここまで日本の古代から中世までの歴史を見てきました。縄文時代の自然と共に生きる生活から、弥生時代の稲作の開始による社会の変化、そして古墳時代の大和政権の成立まで、日本の古代は大きな変革の時代でした。飛鳥時代や奈良時代には仏教や漢字の伝来により、政治や文化が新たな発展を遂げました。平安時代には貴族文化が栄え、文学や宗教が日本独自の形で発展していきました。中世に入ると武士が台頭し、鎌倉幕府が成立します。武士の時代は武力による秩序と統治が進み、現行のような外敵の襲来も経験しました。そして室町時代の混乱と応仁の乱を経て、日本は戦国時代という長い戦乱の時代に突入しました。この時代には戦国大名たちがしのぎを削り、政治や戦術、外交の面でも革新が進みました。このように古代から中世にかけての日本の歴史は、政治、文化、宗教の各面で大きな変化と発展を遂げてきました。次の動画では、安土桃山時代から江戸時代、そして近代、現代までの歴史を深掘りし、さらに日本の歴史の流れを探っていきましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。今日は日本の長い歴史について一緒に学んでいきましょう。日本の歴史は古代から現代まで様々な時代に分かれていて、それぞれが異なる文化や社会の特徴を持っています。歴史を学ぶことで、日本の文化や社会の背景をより深く理解することができます。それでは古代から順に見ていきましょう。まずは古代についてです。日本の古代は縄文時代約14000年前から紀元前300年頃から始まります。縄文時代は人々が狩猟や採集、漁業を中心にした生活を送り、土器を使った煮炊きや食材の保存を行っていた時代です。縄文土器はその模様が縄目に見えることからその名前が付けられたもので、非常に独特な形状を持っています。この時代の文化は自然との共生を大切にし、狩りや猟を行いながら季節ごとに移動する半定住生活を営んでいました。また、青森県の三内丸山遺跡のような大規模な集落跡も発見されており、長期間にわたり栄えた縄文文化の多様性と高度な社会構造を示しています。さらに、この時代には土偶や石棒などの呪術的な道具も多く作られました。土偶は主に女性を模した土製の人形で、多産や豊穣を祈る祭祀に使われたと考えられています。縄文時代の人々は自然崇拝を行い、生命や豊かさを祈る独自の信仰を持っていました。
彼らの生活と精神性は、その後の日本の文化や信仰にも大きな影響を与えています。続く弥生時代、紀元前300年頃から紀元後300年頃は、稲作の伝来によって始まりました。朝鮮半島を経由して伝わった水稲耕作は、日本列島に大きな変化をもたらしました。この時代になると、人々はより定住的な生活を送るようになり、農業を中心とした社会が形成されました。弥生時代の村には、吉野ヶ里遺跡、佐賀県やトロ遺跡、静岡県など大規模な集落が築かれました。これらの集落には堀や防御壁が設けられ、他の集落との構想があったことを示唆しています。また、この時代には青銅器や鉄器の使用が始まり、道具や武器の性能が向上し、社会階層の形成が進みました。弥生時代の終わり頃には、邪馬台国の存在が記されており、日本の統治者として卑弥呼の名前が中国の史書に記されています。次に古墳時代、3世紀後半から6世紀頃に入ります。この時代はその名の通り古墳と呼ばれる巨大な墳墓が数多く築かれた時代です。古墳は王や豪族たちの権力と富を示す象徴として作られ、形状は前方後円墳や円墳、宝墳など様々でした。特に大阪府堺市の大仙陵古墳、仁徳天皇陵は、世界最大級の規模を持つ前方後円墳として知られています。この時代には、大和政権が日本列島の中心勢力として登場し、地方の豪族を支配下に置きながら、中央集権的な体制を整え始めました。また、中国大陸や朝鮮半島との交流も活発化し、漢字や仏教、先進的な文化や技術が日本に伝来しました。これにより、政治や宗教、文化の面でも大きな変革が起こりました。続く飛鳥時代、592年から710年は、日本の政治、宗教、文化において大きな変革が行われた時代です。飛鳥時代の代表的な人物として、聖徳太子が挙げられます。彼は、簡位12回や17条憲法を制定し、中央集権的な政治体制の基礎を築きました。特に仏教の信仰を奨励し、多くの寺院が建立されました。法隆寺はその代表例で、現存する世界最古の木造建築としても有名です。また、仏教とともに中国の律令制度を取り入れ、日本独自の律令国家への道を進みました。奈良時代、710年から794年には平城京が築かれました。平城京は中国の唐の都である長安をモデルにした計画都市で、中央集権体制の下で全国の支配を強化しました。この時代には日本初の本格的な律令国家体制が整備され、反伝収受法などの制度に基づき、土地と人民の管理が行われました。また、
仏教が国家の保護の下でさらに隆盛を迎え、東大寺大仏や興福寺などの大寺院が建立されました。文化面でも万葉集という日本最古の和歌集が編纂され、文学や芸術が発展しました。最後に平安時代794年から1185年です。桓武天皇は政治の安定を図るため、都を京都の平安京に移しました。平安時代の前半は、藤原氏が摂関政治を通じて国家を支配し、華麗な貴族文化が栄えました。この時代には、源氏物語や枕草子といった文学作品が生まれ、和歌や書道なども高度に発展しました。また、仏教では天台宗や真言宗が広まり、多くの寺院が建立されました。平安時代の後期には武士の力が増大し、地方での反乱や争いが頻発し、院政が始まることで新たな政治形態が形成されていきました。次は中世についてです。中世の幕開けは鎌倉時代1185年から1333年です。この時代は源頼朝が鎌倉に鎌倉幕府を開いたことから始まります。鎌倉幕府は日本で初めての武家政権であり、武士が政治の主役となった時代です。源頼朝は鎌倉幕府の初代将軍として新たな政治体制を確立し、以後は北条氏が執権、幕府の実質的な権力者として幕府の実権を握りました。鎌倉時代の初期には、御成敗式目、条映式目が制定されました。これは日本初の武家法であり、武士社会の秩序を維持するための法典です。鎌倉幕府の支配体制は、将軍を頂点とし、御家人と呼ばれる武士たちに土地を与えたり、領有権を認める御恩を与える代わりに、武士たちに戦の際に共に戦ってもらう奉公の関係で成り立っていました。この時代にはまた1274年と1281年に元寇と呼ばれるモンゴル帝国の襲来がありました。元軍は日本を侵略しようとしましたが、二度とも神風、台風により撃退されました。しかし、この戦は武士たちの結束を強める一方で、幕府の財政難を引き起こしました。結果として、これが鎌倉幕府の衰退につながっていきます。その後、鎌倉幕府が滅び、室町時代1336年から1573年が始まります。室町時代は足利尊氏が京都に室町幕府を開いたことから始まりました。この時代は約240年間続きましたが、幕府の権力は強固ではなく、地方の大名たちの力が増していく時代でした。室町時代の初期には、南北朝時代、1336年から1392年がありました。この時代には、南朝、吉野と北朝、京都の2つの皇室が対立し、全国的な内乱状態が続きました。1392年に南北朝合一が実現し、
形式的には一つの皇室に戻りますが、地方の大名たちは依然として独自の勢力を持ち、幕府の統制は不十分でした。室町幕府の全盛期には、足利義満が登場し、京都の北山に金閣寺を建てるなど、文化の面で大きな功績を残しました。彼の時代には、室町幕府の権力が最も強くなり、日民貿易が盛んに行われました。しかし、室町時代の中期には、応仁の乱、1467年から1477年という大きな内乱が発生しました。応仁の乱は、将軍軽視問題や有力守護大名の対立を背景に、京都を中心に10年間も続き、京都の町は荒廃しました。この内乱をきっかけに、日本は戦国時代15世紀中頃から16世紀後半に突入します。戦国時代は約100年間続いた戦乱の時代です。この時代には全国の戦国大名たちがそれぞれの領土を治め、領地拡大を目指して激しい戦いを繰り広げました。武田信玄、上杉謙信、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康など数多くの武将が登場し、それぞれが異なる戦略で勢力を広げました。戦国時代の後半には織田信長が現れ、革新的な戦術や鉄砲の導入によって戦国大名たちを圧倒し、急速に勢力を拡大しました。信長は比叡山の焼き討ちや長篠の戦いでの鉄砲隊の活用など強硬な手段を用いながらも戦国の世を終わらせる方向に進みました。しかし1582年に本能寺の変で明智光秀に裏切られ、信長は自害します。信長の死後、その後を継いで天下統一を果たしたのが豊臣秀吉です。秀吉は山崎の戦いで明智光秀を討ち取り、さらに小田原征伐で北条氏を滅ぼし、日本を統一しました。彼は太閤検地による土地調査や刀狩り令による武器管理を通じて、農民と武士を明確に分ける制度を整えました。秀吉の政策は中央集権的な統治体制を確立しようとするものでしたが、彼の死後、再び権力闘争が勃発し、戦国時代の最終章へと向かうことになります。ここまで日本の古代から中世までの歴史を見てきました。縄文時代の自然と共に生きる生活から、弥生時代の稲作の開始による社会の変化、そして古墳時代の大和政権の成立まで、日本の古代は大きな変革の時代でした。飛鳥時代や奈良時代には、仏教や漢字の伝来により、政治や文化が新たな発展を遂げました。平安時代には貴族文化が栄え、文学や宗教が日本独自の形で発展していきました。中世に入ると武士が台頭し、鎌倉幕府が成立します。武士の時代は武力による秩序と統治が進み、現行のような外敵の襲来も経験しました。そして室町時代の混乱と応仁の乱を経て、日本は戦国時代という長い戦乱の時代に突入しました。この時代には戦国大名たちがしのぎを削り、政治や戦術、外交の面でも革新が進みました。このように
古代から中世にかけての日本の歴史は、政治、文化、宗教の各面で大きな変化と発展を遂げてきました。次の動画では、安土桃山時代から江戸時代、そして近代、現代までの歴史を深掘りし、さらに日本の歴史の流れを探っていきましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をしてくださいね。応援よろしくお願いします。今日は日本の長い歴史について一緒に学んでいきましょう。日本の歴史は古代から現代まで様々な時代に分かれていて、それぞれが異なる文化や社会の特徴を持っています。歴史を学ぶことで日本の文化や社会の背景をより深く理解することができます。それでは古代から順に見ていきましょう。まずは古代についてです。日本の古代は縄文時代約1万4000年前から紀元前300年頃から始まります。縄文時代は人々が狩猟や採集、漁業を中心にした生活を送り、土器を使った煮炊きや食材の保存を行っていた時代です。縄文土器はその模様が縄目に見えることからその名前が付けられたもので、非常に独特な形状を持っています。この時代の文化は自然との共生を大切にし、狩りや漁を行いながら季節ごとに移動する半定住生活を営んでいました。また、青森県の三内丸山遺跡のような大規模な集落跡も発見されており、長期間にわたり栄えた縄文文化の多様性と高度な社会構造を示しています。さらに、この時代には土偶や石棒などの呪術的な道具も多く作られました。土偶は主に女性を模した土製の人形で、多産や豊穣を祈る祭祀に使われたと考えられています。縄文時代の人々は自然崇拝を行い、生命や豊かさを祈る独自の信仰を持っていました。彼らの生活と精神性は、その後の日本の文化や信仰にも大きな影響を与えています。続く弥生時代、紀元前300年頃から紀元後300年頃は、稲作の伝来によって始まりました。朝鮮半島を経由して伝わった水稲耕作は、日本列島に大きな変化をもたらしました。この時代になると、人々はより定住的な生活を送るようになり、農業を中心とした社会が形成されました。弥生時代の村には、吉野ヶ里遺跡、佐賀県やトロ遺跡、静岡県など大規模な集落が築かれました。これらの集落には堀や防御壁が設けられ、他の集落との構想があったことを示唆しています。また、この時代には青銅器や鉄器の使用が始まり、道具や武器の性能が向上し、社会階層の形成が進みました。弥生時代の終わり頃には邪馬台国の存在が記されており、日本の統治者として卑弥呼の名前が中国の史書に記されています。次に古墳時代、3世紀後半から6世紀頃に入ります。この時代はその名の通り、古墳と呼ばれる巨大な墳墓が数多く築かれた時代です。古墳は王や豪族たちの権力と富を示す象徴として作られ、形状は前方後円墳や円墳、宝墳など様々でした。特に大阪府堺市の大仙陵古墳、仁徳天皇陵は、世界最大級の規模を持つ前方後円墳として知られています。この時代には、大和政権が日本列島の中心勢力として登場し、地方の豪族を支配下に置きながら、中央集権的な体制を整え始めました。また、中国大陸や朝鮮半島との交流も活発化し、漢字や仏教、
先進的な文化や技術が日本に伝来しました。これにより政治や宗教、文化の面でも大きな変革が起こりました。続く飛鳥時代、592年から710年は、日本の政治、宗教、文化において大きな変革が行われた時代です。飛鳥時代の代表的な人物として、聖徳太子が挙げられます。彼は簡位12回や17条憲法を制定し、中央集権的な政治体制の基礎を築きました。特に仏教の信仰を奨励し、多くの寺院が建立されました。法隆寺はその代表例で、現存する世界最古の木造建築としても有名です。また、仏教とともに中国の律令制度を取り入れ、日本独自の律令国家への道を進みました。奈良時代、710年から794年には平城京が築かれました。平城京は中国の唐の都である長安をモデルにした計画都市で、中央集権体制の下で全国の支配を強化しました。この時代には日本初の本格的な律令国家体制が整備され、反伝収受法などの制度に基づき、土地と人民の管理が行われました。また、仏教が国家の保護の下でさらに隆盛を迎え、東大寺大仏や興福寺などの大寺院が建立されました。文化面でも万葉集という日本最古の和歌集が編纂され、文学や芸術が発展しました。最後に平安時代、794年から1185年です。桓武天皇は政治の安定を図るため、都を京都の平安京に移しました。平安時代の前半は、藤原氏が摂関政治を通じて国家を支配し、華麗な貴族文化が栄えました。この時代には、源氏物語や枕草子といった文学作品が生まれ、和歌や書道なども高度に発展しました。また、仏教では天台宗や真言宗が広まり、多くの寺院が建立されました。平安時代の後期には武士の力が増大し、地方での反乱や争いが頻発し、院政が始まることで新たな政治形態が形成されていきました。次は中世についてです。中世の幕開けは鎌倉時代、1185年から1333年です。この時代は源頼朝が鎌倉に鎌倉幕府を開いたことから始まります。鎌倉幕府は日本で初めての武家政権であり、武士が政治の主役となった時代です。源頼朝は鎌倉幕府の初代将軍として新たな政治体制を確立し、以後は北条氏が執権、幕府の実質的な権力者として幕府の実権を握りました。鎌倉時代の初期には、御成敗式目、条映式目が制定されました。これは日本初の武家法であり、武士社会の秩序を維持するための法典です。鎌倉幕府の支配体制は、将軍を頂点とし、御家人と呼ばれる武士たちに土地を与えたり、領有権を認める御恩を与える代わりに、武士たちに戦の際に共に戦ってもらう奉公の関係で成り立っていました。この時代にはまた、1274年と1281年に元寇と呼ばれるモンゴル帝国の襲来がありました。元軍は日本を侵略しようとしましたが、二度とも神風、台風により撃退されました。しかし、この戦は武士たちの結束を強める一方で、幕府の財政難を引き起こしました。結果として、これが鎌倉幕府の衰退につながっていきます。その後、鎌倉幕府が滅び、
室町時代1336年から1573年が始まります。室町時代は足利尊氏が京都に室町幕府を開いたことから始まりました。この時代は約240年間続きましたが、幕府の権力は強固ではなく、地方の大名たちの力が増していく時代でした。室町時代の初期には、南北朝時代、1336年から1392年がありました。この時代には、南朝、吉野と北朝、京都の2つの皇室が対立し、全国的な内乱状態が続きました。1392年に南北朝合一が実現し、形式的には一つの皇室に戻りますが、地方の大名たちは依然として独自の勢力を持ち、幕府の統制は不十分でした。室町幕府の全盛期には、足利義満が登場し、京都の北山に金閣寺を建てるなど、文化の面で大きな功績を残しました。彼の時代には、室町幕府の権力が最も強くなり、日民貿易が盛んに行われました。しかし、室町時代の中期には、応仁の乱、1467年から1477年という大きな内乱が発生しました。応仁の乱は、将軍軽視問題や有力守護大名の対立を背景に、京都を中心に10年間も続き、京都の町は荒廃しました。この内乱をきっかけに、日本は戦国時代15世紀中頃から16世紀後半に突入します。戦国時代は約100年間続いた戦乱の時代です。この時代には全国の戦国大名たちがそれぞれの領土を治め、領地拡大を目指して激しい戦いを繰り広げました。武田信玄、上杉謙信、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康など数多くの武将が登場し、それぞれが異なる戦略で勢力を広げました。戦国時代の後半には織田信長が現れ、革新的な戦術や鉄砲の導入によって戦国大名たちを圧倒し、急速に勢力を拡大しました。信長は比叡山の焼き討ちや長篠の戦いでの鉄砲隊の活用など強硬な手段を用いながらも戦国の世を終わらせる方向に進みました。しかし1582年に本能寺の変で明智光秀に裏切られ、信長は自害します。信長の死後、その後を継いで天下統一を果たしたのが豊臣秀吉です。秀吉は山崎の戦いで明智光秀を討ち取り、さらに小田原征伐で北条氏を滅ぼし、日本を統一しました。彼は太閤検地による土地調査や刀狩り令による武器管理を通じて農民と武士を明確に分ける制度を整えました。秀吉の政策は中央集権的な統治体制を確立しようとするものでしたが、彼の死後、再び権力闘争が勃発し、戦国時代の最終章へと向かうことになります。ここまで日本の古代から中世までの歴史を見てきました。縄文時代の自然と共に生きる生活から、弥生時代の稲作の開始による社会の変化、そして古墳時代の大和政権の成立まで、日本の古代は大きな変革の時代でした。飛鳥時代や奈良時代には仏教や漢字の伝来により政治や文化が新たな発展を遂げました。平安時代には貴族文化が栄え、文学や宗教が日本独自の形で発展していきました。中世に入ると武士が台頭し、鎌倉幕府が成立します。武士の時代は武力による秩序と統治が進み、現行のような外敵の襲来も経験しました。そして室町時代の混乱と応仁の乱を経て、日本は戦国時代という長い戦乱の時代に突入しました。この時代には戦国大名たちがしのぎを削り、政治や戦術、外交の面でも革新が進みました。
このように古代から中世にかけての日本の歴史は政治、文化、宗教の各面で大きな変化と発展を遂げてきました。次の動画では安土桃山時代から江戸時代、そして近代、現代までの歴史を深掘りし、さらに日本の歴史の流れを探っていきましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。今日は日本の長い歴史について一緒に学んでいきましょう。日本の歴史は古代から現代まで様々な時代に分かれていて、それぞれが異なる文化や社会の特徴を持っています。歴史を学ぶことで日本の文化や社会の背景をより深く理解することができます。それでは古代から順に見ていきましょう。まずは古代についてです。日本の古代は縄文時代約1万4000年前から紀元前300年頃から始まります。縄文時代は人々が狩猟や採集、漁業を中心にした生活を送り、土器を使った煮炊きや食材の保存を行っていた時代です。縄文土器はその模様が縄目に見えることからその名前が付けられたもので、非常に独特な形状を持っています。この時代の文化は自然との共生を大切にし、狩りや漁を行いながら季節ごとに移動する半定住生活を営んでいました。また、青森県の三内丸山遺跡のような大規模な集落跡も発見されており、長期間にわたり栄えた縄文文化の多様性と高度な社会構造を示しています。さらに、この時代には土偶や石棒などの呪術的な道具も多く作られました。土偶は主に女性を模した土製の人形で、多産や豊穣を祈る祭祀に使われたと考えられています。縄文時代の人々は自然崇拝を行い、生命や豊かさを祈る独自の信仰を持っていました。彼らの生活と精神性は、その後の日本の文化や信仰にも大きな影響を与えています。続く弥生時代、紀元前300年頃から紀元後300年頃は、稲作の伝来によって始まりました。朝鮮半島を経由して伝わった水稲耕作は、日本列島に大きな変化をもたらしました。この時代になると、人々はより定住的な生活を送るようになり、農業を中心とした社会が形成されました。弥生時代の村には、吉野ヶ里遺跡、佐賀県やトロ遺跡、静岡県など大規模な集落が築かれました。これらの集落には堀や防御壁が設けられ、他の集落との構想があったことを示唆しています。また、この時代には青銅器や鉄器の使用が始まり、道具や武器の性能が向上し、社会階層の形成が進みました。弥生時代の終わり頃には、邪馬台国の存在が記されており、日本の統治者として、卑弥呼の名前が中国の史書に記されています。次に古墳時代、3世紀後半から6世紀頃に入ります。この時代はその名の通り、古墳と呼ばれる巨大な墳墓が数多く築かれた時代です。古墳は王や豪族たちの権力と富を示す象徴として作られ、形状は前方後円墳や円墳、宝墳など様々でした。特に大阪府堺市の大仙陵古墳、仁徳天皇陵は、世界最大級の規模を持つ前方後円墳として知られています。この時代には、大和政権が日本列島の中心勢力として登場し、地方の豪族を支配下に置きながら、中央集権的な体制を整え始めました。また、中国大陸や朝鮮半島との交流も活発化し、漢字や仏教、先進的な文化や技術が日本に伝来しました。これにより、政治や宗教、文化の面でも大きな変革が起こりました。
続く飛鳥時代、592年から710年は、日本の政治、宗教、文化において大きな変革が行われた時代です。飛鳥時代の代表的な人物として、聖徳太子が挙げられます。彼は簡位12回や17条憲法を制定し、中央集権的な政治体制の基礎を築きました。特に仏教の信仰を奨励し、多くの寺院が建立されました。法隆寺はその代表例で、現存する世界最古の木造建築としても有名です。また、仏教とともに中国の律令制度を取り入れ、日本独自の律令国家への道を進みました。奈良時代、710年から794年には平城京が築かれました。平城京は中国の唐の都である長安をモデルにした計画都市で、中央集権体制の下で全国の支配を強化しました。この時代には日本初の本格的な律令国家体制が整備され、反伝収受法などの制度に基づき、土地と人民の管理が行われました。また、仏教が国家の保護の下でさらに隆盛を迎え、東大寺大仏や興福寺などの大寺院が建立されました。文化面でも万葉集という日本最古の和歌集が編纂され、文学や芸術が発展しました。最後に平安時代、794年から1185年です。桓武天皇は政治の安定を図るため、都を京都の平安京に移しました。平安時代の前半は、藤原氏が摂関政治を通じて国家を支配し、華麗な貴族文化が栄えました。この時代には、源氏物語や枕草子といった文学作品が生まれ、和歌や書道なども高度に発展しました。また、仏教では天台宗や真言宗が広まり、多くの寺院が建立されました。平安時代の後期には武士の力が増大し、地方での反乱や争いが頻発し、院政が始まることで新たな政治形態が形成されていきました。次は中世についてです。中世の幕開けは鎌倉時代、1185年から1333年です。この時代は源頼朝が鎌倉に鎌倉幕府を開いたことから始まります。鎌倉幕府は日本で初めての武家政権であり、武士が政治の主役となった時代です。源頼朝は鎌倉幕府の初代将軍として新たな政治体制を確立し、以後は北条氏が執権、幕府の実質的な権力者として幕府の実権を握りました。鎌倉時代の初期には御成敗式目、上映式目が制定されました。これは日本初の武家法であり、武士社会の秩序を維持するための法典です。鎌倉幕府の支配体制は将軍を頂点とし、御家人と呼ばれる武士たちに土地を与えたり、領有権を認める御恩を与える代わりに、武士たちに戦の際に共に戦ってもらう奉公の関係で成り立っていました。この時代にはまた、1274年と1281年に元寇と呼ばれるモンゴル帝国の襲来がありました。元軍は日本を侵略しようとしましたが、二度とも神風、台風により撃退されました。しかし、この戦は武士たちの結束を強める一方で、幕府の財政難を引き起こしました。結果として、これが鎌倉幕府の衰退につながっていきます。その後、鎌倉幕府が滅び、室町時代1336年から1573年が始まります。室町時代は足利尊氏が京都に
室町幕府を開いたことから始まりました。この時代は約240年間続きましたが、幕府の権力は強固ではなく、地方の大名たちの力が増していく時代でした。室町時代の初期には、南北朝時代、1336年から1392年がありました。この時代には、南朝、吉野と北朝、京都の2つの皇室が対立し、全国的な内乱状態が続きました。1392年に南北朝合一が実現し、形式的には一つの皇室に戻りますが、地方の大名たちは依然として独自の勢力を持ち、幕府の統制は不十分でした。室町幕府の全盛期には、足利義満が登場し、京都の北山に金閣寺を建てるなど、文化の面で大きな功績を残しました。彼の時代には、室町幕府の権力が最も強くなり、日民貿易が盛んに行われました。しかし、室町時代の中期には、応仁の乱、1467年から1477年という大きな内乱が発生しました。応仁の乱は、将軍軽視問題や有力守護大名の対立を背景に、京都を中心に10年間も続き、京都の町は荒廃しました。この内乱をきっかけに、日本は戦国時代15世紀中頃から16世紀後半に突入します。戦国時代は約100年間続いた戦乱の時代です。この時代には全国の戦国大名たちがそれぞれの領土を治め、領地拡大を目指して激しい戦いを繰り広げました。武田信玄、上杉謙信、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康など数多くの武将が登場し、それぞれが異なる戦略で勢力を広げました。戦国時代の後半には織田信長が現れ、革新的な戦術や鉄砲の導入によって戦国大名たちを圧倒し、急速に勢力を拡大しました。信長は比叡山の焼き討ちや長篠の戦いでの鉄砲隊の活用など強硬な手段を用いながらも戦国の世を終わらせる方向に進みました。しかし1582年に本能寺の変で明智光秀に裏切られ、信長は自害します。信長の死後、その後を継いで天下統一を果たしたのが豊臣秀吉です。秀吉は山崎の戦いで明智光秀を討ち取り、さらに小田原征伐で北条氏を滅ぼし、日本を統一しました。彼は太閤検地による土地調査や刀狩令による武器管理を通じて、農民と武士を明確に分ける制度を整えました。秀吉の政策は中央集権的な統治体制を確立しようとするものでしたが、彼の死後、再び権力闘争が勃発し、戦国時代の最終章へと向かうことになります。ここまで日本の古代から中世までの歴史を見てきました。縄文時代の自然と共に生きる生活から、弥生時代の稲作の開始による社会の変化、そして古墳時代の大和政権の成立まで、日本の古代は大きな変革の時代でした。飛鳥時代や奈良時代には仏教や漢字の伝来により、政治や文化が新たな発展を遂げました。平安時代には貴族文化が栄え、文学や宗教が日本独自の形で発展していきました。中世に入ると武士が台頭し、鎌倉幕府が成立します。武士の時代は武力による秩序と統治が進み、現行のような外敵の襲来も経験しました。そして室町時代の混乱と応仁の乱を経て、日本は戦国時代という長い戦乱の時代に突入しました。この時代には戦国大名たちがしのぎを削り、政治や戦術、外交の面でも革新が進みました。このように古代から中世にかけての日本の歴史は、政治、文化、宗教の各面で大きな変化と発展を遂げてきました。
次の動画では、安土桃山時代から江戸時代、そして近代、現代までの歴史を深掘りし、さらに日本の歴史の流れを探っていきましょう。それでは次の動画でお会いしましょう。最後まで動画を見てくださってどうもありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録をしてくださいね。応援よろしくお願いします。